同じ日本系でも町の中心を育てる文明じゃない。祭りを立て、屋台を外へ送り、北条、武田、織田から今必要な分を選ぶ。日本のつもりで使うと噛み合わない。戦国大名は食料の道と分の色を自分で決める文明だ。こんにちは、トイデカヌメです。最初に一番大事な区別から。戦国大名は日本文明のスキン違いではない。文明選択画面でも別枠の日本の主文明だ。日本文明では町の中心を3段階で強化する。農場を支え、旗本を出し、町の中心そのものが内政と防衛の軸になる。戦国大名の大名は町の中心のアップグレードではない。別に兼ねた大名屋敷から育てる実体のある10騎兵ユニットだ。経済の中心も違う。日本の蔵と農場の輪ではなく、戦国大名は祭りと屋台で外の食料を町へ運ぶ。だから最初の問いは日本と何が共通かではない。屋台をどこへ出し、どの種族で軍を支えるかだ。祭りは全ての資源を搬入できる場所で序盤の市場でもある。そして屋台を作る中心だ。屋台は鹿、犬、ベイ、魚などの食料源へ向かう。食料を集めきると祭りへ戻って届ける。食料源そのものを食べ尽くさずに往復で食料を生み出す輸送薬だ。満載の柳が戻るたび祭りの収集速度オーラは 5% 強くなる。祭りの耐久も250増え、食料50が追加される。開始時の屋台上限は3台。時代が進むごとに1台ずつ増える。戦国大名は鹿とイノシシの場所が最初から見える。だから序盤に見るのは近い食料源だけじゃない。祭りとの距離、敵が通る方向、往復路を守れるかまで比べる。ただし屋台は放置して耐える走行車ではない。現行の体力は320。修理は毎秒後。一度経路を読まれると食料と祭りの強化がまとめて止まる。安全な往復路は見えない内政ボーナスだ。屋台を出したとも全処置、軍の位置、次の食料源を見直そう。祭りの周りでは農家と鍛冶場が役割をまとめる。農家は規模10、人口上限を増やし食料の搬入先になり、食料研究も置かれている。家と粉引き書を別々に食べる感覚ではなく、一つで暗黒の食料線を高める。鍛冶場も規模10、金と石の搬入先になり、採掘研究と軍事研究を持つ。俵は木25と金50、町の人の運搬量を3、移動速度を 7%、ベリー収集を 25% 上げる。上位5試合でも祭り、農家、鍛冶場、俵は全て10分以内に確認できた。派手な種族選択より前にこの小さな建物群が共通の土台になっていた。注意したいのは生存術。現在の戦国大名は開始時に無料で持っていない。狩りを早めたいなら必要な試合で自分で研究する。古い数字や日本文明の感覚を混ぜず、今原資源から順番を決めよう。領主進化は旅館と国家の里、どちらも祭りとして働くので、進化地点そのものが次の食料線になる。旅館は近くの軍事ユニットを6両ごとに4回復する。前線の少し後ろへ置き、軍の戻る場所と屋台の帰着点を重ねたい時に分かりやすい。上位5試合では旅館が4試合。ただし4対1を正解率だと思わない。国家の里は隠密と待ち伏せを扱う分岐、安全な回復地点を作るより地下以外から相手の動きを崩したい時に役割が変わる。新型のものを町の中心の横へ置く前に次の7分間を想像しよう。屋台が帰る場所か、軍が戻る場所か、敵へ触る場所か、立てる位置まで含めて領主進化の選択だ。領主へ入ると北条、武田、織田の大名屋敷を建てられる。北条氏は近接歩兵、固有の金棒侍は重装近接歩兵で相手の最大体力に応じた追加ダメージを持つ。重い正面や高体力の相手、歩兵を主役にする選択だ。武田氏は騎兵、槍騎兵や騎馬武者を機動力のある主力として使う時に噛み合う。ただし馬術訓練は現在食料100と金250で速度上昇は 5%、 騎馬武者大立ちの歩兵ボーナスも現在はプラス3、古い 10% やプラス4の感覚で投資しない。織田氏は遠隔兵、アッキュアシガルから種子島シガルへつなぎ遠隔火力を主役にしたい時の屋敷だ。どの屋敷も騎125と石125、影響範囲内の兵舎、旧位育成所、騎兵育成所の生産は 20% 早める。ここで大事なのは好きな種族を先に選ばないこと。敵の兵種、自分の資源、今生産している施設を見てから選ぶ。武田が多く見える試合でも敵がやりだらいなら騎兵だけを増やす理由にはならない。種族は編成の答えではなく決めた編成を太くする投資だ。大名屋敷からは大名を1体ずつ育てられる。大名は高い体力と攻撃を持つ10騎兵で周囲の対応兵械攻撃速度オーラを出す。北条の大名なら近接歩兵、武田なら騎兵、織田なら遠隔兵。大名だけで敵陣へ走るとオーラが働く味方がいない。槍兵や石弓兵にも狙われる。まず生産施設を屋敷の影響へ入れ、次に主力兵を揃え、その分と一緒に大名を動かす。日本文明の大名アップグレードは町の中心に残る。戦国大名の大名は軍と一緒に位置を変える。同じ名前でも操作の目的は全く違う。ここからは戦国大名のバランスが現行と同じパッチから上位5試合5選手の公開サマリを見ていこう。マップはアッタハマ、キングオブザヒル、ゴーシが1試合ずつ、ドライアラビアが2試合、勝ちだけを集めず4勝1敗を含む観測だ。5試合全てにあったのは祭り、農家、
鹿島、田原、そして領主進化。領主到達の中央値は5分25秒だった。ルパンは4試合。9位育成所とは9足軽も、それぞれ4試合。騎兵育成所、槍騎兵、武田氏の大名屋敷は、それぞれ3試合。大名も3試合で、最初の一体の中央値は7分45秒だった。つまり共通していたのは、武田を即選択することではない。まず祭りと小さい経済建物を作り、領主の後で弓、騎兵、屋敷を組み合わせる入り口だ。この数字は、両単位で真似すれば勝てるという5勝ではない。5試合で何が固定され、どこから分かれたかを見る材料だ。1つ目は、速い圧力への対応。キングオブザヒルの1試合では、3分18秒に兵舎、3分37秒から槍兵、全処置も出し、領主進化は6分9秒まで遅れた。進化時計を守るより、今失う場所を守った形だ。2つ目は、経済を伸ばす分岐。あたかもの1試合では、6分21秒に2つ目の町の中心、武田屋敷は7分3秒、大名は7分45秒だった。軍を急がなくていいと読めた時だけ、屋台と町の中心で城を太くした形だ。残る標準有利の試合では、旅館、脇足軽、槍騎兵、武田屋敷を組み合わせていた。1試合は後半の外から槍騎兵と弓を出し、織田屋敷へ進んだ。初心者が持ち帰る確認は3つ。敵の初期軍が来るなら、領主を遅らせても槍兵と全処置。敵の槍が増えるなら、槍騎兵だけでなく脇足軽、敵が受けて屋台が安全なら、追加の町の中心か屋敷。同じ文明でも、守る、攻める、伸ばすの順番は変わる。祭りから始めたとは、マップと敵が次のカードを決める。最後に、戦国大名の一手を3問で確認しよう。1問目、近いイノシシは敵側で、遠い鹿は自陣側。屋台は、近いイノシシへ出すべきか。答えは、距離だけでは決めない。大袋を守れる鹿を選ぶか。全勝地と軍を用意してからイノシシへ出す。2問目、領主へ入った。上位試合で多かった武田屋敷を、すぐ建てるべきか。答えは、主力を決めてから、相手の槍が多いなら弓を先にし、遠隔を主役にするなら織田、近接歩兵なら北条を比べる。3問目、敵の軍が早く来た。5分内の領主進化を守るべきか。答えは、守るべき場所を先に守る。今回の観測にも、槍兵と全処置を優先して6分台へ遅らせた試合がある。秒数より、屋台の道、敵の兵種、次に太くする兵か。この3つを見よう。戦国大名で最初に覚えるのは3つ。日本文明の町の中心と蔵を、そのまま当てはめない。祭りと屋台は、食料の量だけでなく往復量で考える。北条、武田、織田は、敵と自分の主力を見てから選ぶ。上位5試合の共通型は、祭り、農家、鹿島、田原から領主へ進むことだった。その後は、早い守り、弓と騎兵、追加の町の中心へ分かれた。戦国大名は、最初から完成した分を渡される文明じゃない。安全な食料の道を作り、その資源で、今必要な種族を選ぶ文明だ。この2つの選択が好きなら、戦国大名はかなり面白い。以上、砦かの目でした。次の一戦では、屋台を出す前に、帰り道を一本描いてみよう。